ココアなんですけど、まだスタッドレスが履いてるのでノーマルタイヤに履き替えたいと思います。ローテーション用に自分で分かるように印をね、シールを貼ってやるんですけど、ナビをする人で助手席のフロントということで NF です。助手席フロントだったので今度は助手席リアですね。ドライバーリアは今度は助手席フロント、助手席リアは今度は運転席側のフロントへ。最後、運転席フロントは運転席のリアへ。はい、お次はジャッキアップする前に4本ともとりあえず少しだけ緩めておきます。油圧ジャッキをかける位置なんだけど、毎回悩むんだけど、取説なんか見るとね、かけちゃダメなとこって書いてあるんだけど、ね、これなんか見ると四駆じゃない車はリアサスペンションビームにはかけないでくださいってあるんだよね。で、次のページのガレージジャッキをする場合ってあるんだけど、リアはフックだよね。フックの位置にかけるんだけど、フロントなんかね、あんなところまでね、俺のこの油圧ジャッキなんか届かないからね。ということでフロントでかける位置は、届くとしたらね、ここの溶接してあるこのフックの位置、ここなんだよね。パンタグラフジャッキをかける位置がここなんだけど、ここに油圧ジャッキかけちゃうと曲がっちゃうんだよね、ここの鉄板がね。でね、いつもここにかけてるんだよね。後ろもね、このフックに最近はかけてるんだけど、何回か車軸にもかけちゃったことあるけど、不具合今んとこないからね、大丈夫だろう。これかけます。だけどフックの位置だとね、結構マックス近くまでジャッキを上げないとね、タイヤが上がってくれないんだよね。もうほぼ垂直に上がってるからね。はい、ジャッキアップしたんでタイヤを外していきます。ボルトのネジ山が壊れちゃうからね、こうやってね、ホイールが斜めになる前にタイヤの下側を押さえてね、ナットを締めていく時もできる限り手で最初は締め付けて、曲がったまま強く締めちゃうと後でめんどくさくなるからね。これアルミホイール用のクロスレンチだけど、これの詳しい説明の動画もアップしてあるので見てください。まだタイヤが新しいうちにね、下の娘が釘踏んでね、パンクしたまんま帰ってきてね、ここね、しょうがない自分でパンク修理したんだけど、当時まだ YouTube やってなかったんで残念ながら撮影はしてません。とりあえず軽く締めたんで、ゆっくり下ろしましょうね。またね、さっきの説明になっちゃうけど、最初は手でね、こうやってなるべく手で締めてって、で締まらなくなったら今度はこのクロスレンチでね、これアルミホイール用のクロスレンチ 19mm で、これがね、昔使ってた昭和の時代の十字レンチ、これの違いの説明もね、動画にしてあるんで見てください。こんだけね、肉厚が違うからね。ジャッキを下ろしたらこうやってね、軽く締め付けを行っておきましょう。で、最後の仕上げはこのトルクレンチの出番。隔離産業というところのトルクレンチ、トルクレンチセットだよね。廉価版、決して高くはないけど十分に使える。このトルクレンチのね、詳しい使用方法なんかもね、動画にしてあるのでそちらも見てください。保管状態は28というところで保管してあるので、そこから調整していきます。締め付けトルクはいくつにしたらいいんだっていうとね、
うやってちゃんと取説にねきちんと載ってるので、締め付けトルク 103Nm、ニュートンメートルっていうらしいんだけど、103にセッティングしていきます。締め付けトルクは車種によって違うので、必ず自分の車の取説で確認してね。まず一番下のねネジを緩めてから、とりあえずね98まで、この縦にラインが入ってるんだけど、分かるかな。その縦のラインまで0を合わせて98と合わせるところまで持っていく。で足し算をして98足す5で103になるので、プラス5、4と6の間の5、ここで、プラスすると右回していくと、これで103の力になる。でまた下を締めると。ここからはちょっと音をよく聞いてもらいたいんだけど、カチッとなりますからね。これで103の締め付け。聞いてもらったように、そのカチッっていう音からね、これ以上は締め付けられないっていう構造になってるんでね、便利ですよね。はい、スタッドレスさん、ワンシーズンお疲れ様でした。一応ね、綺麗にしてやって、挟み込んだね、大きな石だけを取り除いてやって、それで保管ですね。で、またね、自分なりにわかる目印をつけて、次のローテーション用にね、目印をつけます。もう以前はね、ちゃんとね、洗剤で全部ね、洗ってやってね、タイヤの表後ろ、ホイールの表後ろを洗ってやって、乾かしてから、物置へしまってたんだけど、車4台あるしね、で YouTube なんか始めちゃったからね、忙しくてね、そんな時間ないやね。で20年ぐらい前からね、エアをね半分ぐらいの空気圧にして保管するようにしてます。ゲージで測ると今 2.4、2.3 から4ぐらいあるので、だいぶ抜かなくちゃね。エアゲージでもね、こうやって横についてるボタンを押すとエアが抜けるんだけど、結構ね、ご覧のように時間がかかるので、要はね、中のエアバルブ押し込めばね、空気が出るんで、こうやってね、キャップの先端を使ったり、工夫してね、早めにエアを抜くようにしてます。どうかな、だいぶ抜けたかな。1キロちょっとだから、こんなもんでいいかな。ゴム製品なので、昔本で読んだんだけど、パンパンの状態で保管するよりも、やっぱりエアを抜いてゴムを緩ませて保管していた方が影響が少ない。ゴムの劣化の影響が少ないって出てたんだよね。それを読んでから抜くようにしてます。で、今度は履かせたノーマルタイヤのエアを調整しないとね。空気圧は 2.4 ってあります。車種によってね、空気圧が違うので、こうやってね、必ず確認してみてください。これね、最近お世話になってる簡易コンプレッサー。奥さんが前に乗ってたラパンをね、下取りに出した時に、トランクに、備え付けてあったラパン純正の簡易コンプレッサーだけど、これはいいのがあるなと思ってね、取っといたんだよね。このね、シガーソケットの電源でね、シガーライターのところへ挿して使用するんだけど、結構ね、使えるんでね、重宝してます。とりあえずエアを測ってみますね。あれこれ光ってちょっとよく見えないけど 2.45 入ってるよ。あれこれ空気抜かなかったんかな。エアのね補充は大丈夫ということで、ちょっとね蒸し回しドライバーで、虫がちゃんと閉まってるかどうかちょっと確認して、ここでバルブねキャップします。もしねエアを補充するんだったらさっきのね、
簡易コンプレッサーで、先がねこのなんていうんだろう、ネジ回しみたいになってて、これでね、キャップエアバルブとこう固定する感じになってます。というわけで今回のお話は、ココアですけどね、スタッドレスタイヤからノーマルタイヤへ変更、タイヤ交換、逆も同じことですけどね、どうでしょうか。分かりやすく説明できたでしょうか。またこんな感じでね、素人なりの動画を上げていきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると今後の励みになります。これからもよろしくお願いいたします。